はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は1月後半の星の補足説明とタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。では行きますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。1月後半です。ペンタクルズのナイト逆、戦車の逆、ソード2、そして太陽逆、ワンドの9、女教皇逆、カップ10、気をつけることで対策が、死神の逆と、ワンドの7逆、そしてオラクルは、はい、ペンタクルスの7ですね。へー。なるほど。ちょっと星の補足説明からさせていただきますが、1月17日、17ですね。17日から、金星が水上座に入るんですけれども、天秤座さんにとっては同じ風の性質ということで、すごくクリエイティブな自分を表現していく力とか、何かを見せていく力とか、作っていく、そういう力がすごく強くなります。楽しくなります。なので、恋愛楽しみたいよっていう方は恋愛も楽しめたりとか、恋愛運があるとか、レジャーもそうなんですけどね、そういう楽しめるよっていう流れになってきまして、特に17、18あたりってすごく楽しそうな、星回りもあるので、ダメだと思ってたけど、いけたとか、なんか、復活劇みたいな、そういう楽しさもあります。そして、現状もね、楽しそうですね。そして19日、1月19日が新月なんですが、この新月は、ヤギ座で起こる新月で、天秤座さんにとっては、深いところで自分の奥にあったもの、心の中の状況とか、家の中のこととか、そういったことに、焦点を当てて決めていただくと、安心して、20日以降楽しんでいけるよっていうような流れになります。20日以降っていうのは太陽が水上座に入ってくるので、先ほど言った17日から入っている喜びとか楽しみとかにさらに広がる感じがあるんですね。で、さらに1月23日以降は火星というチャレンジとか挑戦とかっていうエネルギーも惑星も水上座に入るので、本当に企画したことをやってみるとか、リスクがあっても挑戦してみたいんだみたいな、もう広がるとか、出していくみたいな、そういったエネルギーがすごく強くなります。で、それを天秤座さんすごく活用できる感じがするんですね。なので、20日までと20日以降とってちょっと違うんですけども、でも17日ぐらいからそういう雰囲気が出てくるんじゃないかなと思いますよ。もう今現在のところでもやっぱ太陽が出てるので、それなりに楽しいとか嬉しいとか、そういう思いはあるんだと思います。幸せの中にいると思いますよ。細かな、不都合なこととか悩みはあるかもしれないけど、でも幸せだよねみたいなのもあると思いますし、ただ入り口がペンタクスのナイトなので、どうやって、例えばもっと収入を上げようかとか、今も悪いわけじゃないけど、どのような計画立ててこのビジネス計画をうまくいかそうかとか、そういうことを考えているのかもしれませんね。何か大事なことっていうのはもっと増やしていく、その道すべを選んでいるみたいな感じがあります。そして、少し前のところでソードの2というカードが出ているので、年末までのドタバタとか、そういったものを今収めてますみたいな、ちょうどこの1月の20日までっていうのは家の中を整えようとか、心を整えようっていう時なので、静かに整ってきてるんだと思います。で、そこから、じゃあ何かしましょうかって言った時に、下手に動くというよりは、しっかりと準備をして整えて、自分でもメリットとかデメリットとかいろんな、そういったものをちゃんと頭で理解して、あの、無鉄砲に行くとかではないんです、全く。もうちゃんと理解して、リスクも考えて、リスクを回避する方法も考えて、そして行きますみたいな感じがで、それがまたすごくうまくいくって感じが出てるんですね。だから自分の中でもしっかりと計画を練ったから、自信にもなったり、安心にもつながって、落ち着いてそのことを対処していけるということもありますし、前は失敗したから、今度こそはうまくいきたいんだっていう形で、うまくいくのかもしれません。ここに死神の逆のカードとか、ワンドの7の逆のカードが出ているってことは、過去にはダメだったかもしれないこと。でもそれが再生するというか、復活するというか、また形を変えて何かになるっていう感じがあるので、まだ自分ではそれに対して、
ものすごく余裕でそれができるっていうわけじゃないんですけど、それを分かってるからしっかりと準備する、整える、調整するっていうのをして、最終的には結果を自分が大満足する結果につなげるんだなって思ったんですね。オラクルとして出てるカードがやっぱりペンタクスの7なので、現状もやっぱり悪くないんだと思うんです。ただ、ここからどのように計画立ててやっていくかって言った時にもめちゃくちゃ準備万端に調整してやるんだなっていうのが今は現れています。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のことを見てみますね。20日以降っていうのは本当にクリエイティブだし楽しいし、楽しんでねって感じですけど、すごく慎重にいくっていう感じがありますね。お仕事はソードの6、そしてペンタクルスのキング、そしてワンドの5ということで、やっぱり仕事に関しては何もせずに待ってたらそれだけでもう流れていくんですっていうわけではないっていう感じがあり、やっぱり細々といろんなことを調整してやっていかなきゃいけないし、修正しなければいけない、手をかけなければいけない、エネルギーを注がなければいけない部分がいくつもあって、分散してしまうっていう感じがあり、それを自分なりに調整してやるのが必死だっていう感じがあります。でもペンタクルスのキングが出てるので、やっぱそれができるっていうこと自体がキングなんですよね。もう忙しいですって言ってるけど、その忙しさを自分でコントロールできるだけの器量が自分の中にあるってことなんですよね。複雑なことも多岐にわたっていろんなことをやる。それが自分の仕事ですみたいな感じで出ています。はい。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係に関しては、さっき星の話では言わなかったんですけど、1月27日から海王星がまたね、お羊座に入るということで、パートナーシップに関して何か許しとか癒しとかが起こってくるかもしれません。これは2025年の春、3月30日から10月22日までもお羊座に入っていたので、その間、特に4月から10月ぐらいまでの間に、人との関係に関して何があったのか。いいこともあったし、嫌なこともあったって両方あるかもしれないんですけど、そこで得たことを踏まえて、何かね、次の段階っていうのがあるんだと思うんですね。詳しくは2月のところでまたお話しすると思いますが、カップのキングというのと、ワンドの6、そしてカップの3ということです。ものすごくいいですよ、人間関係。全然悪くない。むしろ癒しとか優しさとか、共鳴とか共感とかそういう感じですね。人と共感し合ってるよとか、分かってもらえてるよとか、優しさ受け取るよとか、自分がやろうとしていることを応援してもらってるねとか、サポートしてもらってるねみたいな、そしてみんなで打ち上げするんですかっていう感じがあるので、人間関係とてもいいです。恐れずに出していってください。自分の思いを。すごく受け入れられる感じがするし、カップのキングとかだったら、本当に誰かに愛されてるんですかみたいな感じもありますし、喜んでますね。最終的にやっぱカップの10なので、喜びをちゃんと自分で、得てるなって感じがしました。はい。いかがでしょうか？何か、わかりました。通じましたという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。1月後半の天秤座さん。どうだろう？はい。このカードを見て、皆さんもご自身でメッセージを受け取ってみてください。何でもいいです。でも、パートナーシップとかね、コントラクト、コミットメントということで、やっぱり違うもの同士繋がっていけるんだなって感じがしますね。コネクションっていうカードですしね。人間関係とてもいいですよ。はい。繋がっていってください。ぜひ。ということで、ここまでにしておきます。次回また1月末ぐらいに次の動画アップしますね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。